おはようございます。いいバッグですね。今日はこちらになります。はいはいはい。ビューティー&エースの下の6。6です。はい、この間キャットストリートからお引越しして、はい、青山のこちらにお引越ししてきましたということで、改めて6は、セレクトショップなんですけれども、はい、とにかく提案力がすごいの、はいはい、スタイリング提案ユナイテッドアローズ系ですよね。ユナイテッドアローズ系の6でございます、はい、今回は前編と後編に分けて、前編はショップクルーズ、後半は吉田さんによるスタイリング提案、6だけに6やります。6つやるということです。そうなの、それがもうめちゃめちゃ楽しみで、私行きますか。早速こちらになります。この下ですね。オープンしたばっかりなんでまだお花もありますよ。こちらになります。6。広いの広いの。はい、よろしくお願いします。6のディレクターしてます吉田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。仕入れを担当しておりますクリスと申します。よろしくお願いいたします。ここはね、もともとあれですよね、ピザスライスさんだったんですよね。そうですね。だからそれをね、ちょっとね生かした感じというか、の作りになってるんだよ。そうなんですよ。そうなんですよ。改めまして、はい、6のコンセプトを教えてもらってよろしいでしょうか。はい、普遍的な6つのエレメントがあって、ワーク、ミリタリー、エスニック、スポーツ、ユニフォーム、マリン、この6つの、ベースを軸にしながら、時代性を取り入れたスタイリング提案をしていくブランドになってます。スタイリング提案はね、結構面白いですよね。ありがとうございます。そのトルソとかにいろいろあるんですけど、なんかね、絶対ね吉田節を感じます。本当ですか。節が拳が効いてる感じがします。じゃあ推しから見たいです。今回リニューアルの企画のものとして、このエルカミーノを使った車のものなんですけど、10年前に私たちがデビューした時のカタログの表紙になってたのがこのエルカミーノで、でステイゴールドっていうスティービー・ワンダーの曲とともに、ずっと輝いていてっていうそのテーマ性があって、そのファッションへの思いをずっと持っててっていう意味合いがあって、私たちの次の10年に向けてまた旅が始まるっていう意味で、そのカタログに使ってたものを、復刻させてっていうかプリントした、ここ限定のグラフィックデザイナーのシさん、ひらがなのシ、日本の方です。シさん、はい、トレーナーと T シャツとあとキャップがちょっと後ろに入った。なるほどね。このプリントの入り方いいですね。ペカッとした感じ。オープン記念品としてあります。あとはニュースペーパーバッグをインスピレーションソースにしたこのショッピングタイムスっていう昔あった新聞紙を配達するバッグのモチーフから、今回私たちの移転のニュースを知らせる架空の新聞社みたいな感じで作った限定品になります。プリントもちょっとガタガタとかすれた雰囲気になっているのもシさんにやっていただいてるんですけども、ここも計算されて作られている。あとは今回ちょっと復刻している商品がいくつかありまして、こちらのコルセット型になるカットソーなんですけども、これも5年前ぐらいに展開、オリジナルでフックになっていて、5年前はなんかもうちょっとコルセットタイプだったんですね、こうキュッと。で、今回はビスチェも着てらっしゃる方も多いので、もう少し上目に胸っぽく、ビスチェっぽく着れるようにアップデートした、商品っていうのをご用意してます。これが色が黒と、こちらの、グレーっぽい色味のものですね。あとは、エクストリームカシミヤのこれ今シーズンのものに。エクストリームカシミヤこんなワンピースみたいに出してたんだ。ふわふわふわですよ。ちょっと着れない？でもこれ後でスタイリングで着ていただこうかなって思ってます。今日のスタイリング、6だけにね。あとはこっちに行きまして、ここが面白いですね。もともとここがこっちがでピザ作るとこだったの。だからこのキャッシャーじゃなんか面白くない？ちょっと高めのカウンターなんですよね。ここも全部要素としては残してるんで。そうだよね。このコーナーですね。ここのコーナーがタイムっていうコンセプトがありまして、時間の蓄積っていうコンセプトがあって、もともとブルックリンにあるパワーハウスっていうアートスペースがあって、その廃墟になっていた発電所をもう一回リノベーションして新しく、なんですか、歴史のあるものをまた未来につなげるっていうプロジェクトがあって、それに少しうちの今回の、内装をかけていまして、なんでピザスライスの空間資産ともともとあったキャットストリートの空間資産を混ぜ合わせてコラージュみたいにするっていう。だからですよ。はい。こちら見てもらってよろしいでしょうか。これ
これね、最後の日にみんなで描いたやつ。だから写真にあったじゃない、スナップの前のお店の壁にメッセージが書いてる。これありがとうとか大好きとか、4枚スライスしてその柱に巻けるように。素敵、愛情感じますよ。こちらちょっとフォーマルにも使えるようなブラックのシリーズと、あとルメールと、セアと、レノマとかカッスルが入っているコーナーになってます。はい、でこのブラックのこっちの先頭にあるのは今回ヴィンテージショップさんというか、エクストラオーディナリーっていう紹介制のアドレス非公開の、ヴィンテージショップがあって、日本ですか？はい、そこの方がPB 機のセリーヌをいっぱい扱っていらっしゃるので、いくつか仕入れさせていただいていて、でも結構なくなってしまって、今残ってるのが、この辺になるんですけれども、オープニングの時も結構あったけど、もうなくなっちゃったんだ。結構なくなってしまいました。探してる人多いですよね。ちょっとポケットがだいぶ下目に作られているドレスでしたり、ちょっとしたとこなんですよね。もうあと生地の重さとか、歩いた時に後からついてくる生地の感じとか、そういうものが本当に美しいコレクションですね。あとは毎回瀬谷さんが旅をテーマにされていて、今シーズンがフェロー諸島っていうノルウェー海と北大西洋に挟まれた冷たい海にあるデンマークの自治領。人間の数よりも羊の数の方が多いって言われてる場所で、地球のありのままの姿を感じたって瀬谷さんがおっしゃっていた。瀬谷さんはそっち行って、はい、瀬谷さん実際に旅されたものが毎シーズンテーマになってるんですけど、着ていただくともう本当にドレープも綺麗ですごく贅沢なヤクのコートなんですけれど、着てみてもいいですか？はい、ぜひぜひ。でボタンで襟が取り外しができます。ここで取り外しができるんだ。でもボタンがもう中に隠れているので、ちょっと閉めていただくと、痛みがもさらっとバサッと履く感じがする。バサッとが出てる。で肩のラインとかちょっと見てみてください。見たい。かっこいいです。バサーな感じ、ノンシャランとしてますね。でたっぷりしてるんですけど、しっかり折り返していただいても可愛いので。すごいね、ザクッと着てるんだけどちゃんと締まってるっていう、この塩梅たまりませんね。いいもの着てる人が通りますみたいな、こんな感じですよね。もうめっちゃわかりますよね。トレンドを凌駕してる感じがする。今これ流行ってるって服じゃなくて、だからクオリティが良くてずっと長く着れるものを作ってる。他にも瀬谷さんがあるということで、これも瀬谷さんの今回リニューアルオープンのエクスクルーシブで、オヤっていうトルコの伝統刺繍なんですけど、女の子たちが読売衣装でここの花飾りを作ってみたいな。でこれを以前のコレクションで出てたものをちょっと6用にまた生地を変えて。かわいい。どうなってます？かわいい。かわいい。ファンシー野郎ですね。ファンシー野郎。でも色に巻かなくてもここのとかでも首元に巻いても全然大丈夫なんで。でもかわいい。ちょっとツイードとか重いヘビーウェイトなものにちょっと愛らしい、このスカーフとか。あとは、何ですかこれは？これはレノマですね。パリにあるブランドで、60年代からスタートしているブランドなんですけれども、これを日本のディレクターさんが入られて、そうなんだ。もともとあったレザーのパッチワークだったんですけど、ウルトラスウェードっていうものでアップデートしたものになってます。ブランドネームはどこに書いてある？レノマ。レノマって書いてある。レノマって懐かしい。なんかうち子供の時の実家のお茶の間になんかタペストリーみたいなのあった気がする。レノマパリみたいな。それですごい覚えてるから。レディースで扱ってるの多分6ぐらいなのかなと思います。これはレノマみたいな久々ですよ、私も。それとエクストリームカシミヤを多く展開させていただいてます。この辺りですとか、この辺が先ほどのコートと同じ今シーズンのエディションになるんですけれど、ワンサイズでしたっけ？ワンサイズです。潔くもうフリーサイズを男性でも女性でも老若にゃんにょとは着ていただけるっていうのが
最近着てる人多いんですよ。ですね。ですね。ねえ。リーさんもなんかオレンジのやつ。オレンジ着てた。ぬくいんですよね、しかもね。ぬくいですよ、非常に。こんなでかいのも。贅沢ですね。これは贅沢極まりないですね。おお、このピンクメンズも良さそうな気がする。ケッピはもうちょっと薄いピンクかな。こちらがなんかドッキングできる。あれです、後ろと前で。そうです。はい。2個買っていただくと、後ろにね、半分こういうやろうと思えばできますよっていう。あ、何これ？あとなんか来たよ。はアースクリアさんに別注を今回お願いしているヴィンテージデニムを使った2本1本にドッキングしてここいる。一回切っちゃって他のとくっつけるよってこと？全部デザイナーの岡さんが一本一本組み合わせも考えてくれて、ちょっとなんだろう、シルバータブみたいな、ここがパフッとして裾が絞ってるような。古着に強い種なんでしたっけ？古着、そう古着にすごい造形が強い種なんだよね。あとはドイツのピローケースがたくさんヴィンテージで見つかったので、ドイツのピローケース、はい、5、60年代のピローケースをもとに、こういうカラーとか、チュニックとか、あとスカート、エプロンみたいになる。ああ、なるほど。はい、結構これいろんな風に使えるやつですね。使えるやつですね。とあとブラウスをこれもアンスクリアにお願いして。おお。はい。あら今日は。あら。袖のボリュームがねえ、可愛いここのボワーンってした感じ。このアーミーとの合わせ可愛い。可愛いですね。これ2月にリリースされる感じでちょっと先見せになってます。はい。あとここがアクセサリーケースになってます。この辺もLA で買ってきたヴィンテージのブローチだったり、結構もうなくなってしまったんですけれども、あとはララガンとソフィーブハイを中心に扱っています。ネックレスが老眼鏡になっていまして、老眼鏡になっている。見えないなっていう時にこうさっと取り出せる。あと8シリーズのタツノオトシゴとウサギと今だんだん徐々に12個揃っていくっていう。12年くらい経つと。そうですね。へえ。こっちはでもオリジナル中心に扱っています。毎シーズン人気のダウンなんですけれども、今シーズンは取り外しができてベストにもなったり、あとこのストールも取り外しができるので、これ単体でもご利用いただけるようなものがこちらと、ペレックのこちらのスカートなんですけれども、スカートなんだ。はい、スカートとしても着れますし、あとベストとしても着れますし、いろんな着方ができる。ああ、なるほど。ここからこう、はい、するとベストになるよ。ベストにもなるよという。上と上下を逆さにすることもできますよと。はい。へえ。ちゃんとポケットとかもついてるし、下半身が寒いですよっていう時はこっちで行けますよと。へえ、面白い。あとここがオーディナリーフォーマルといいますか、6要素に日常で着れるドレスアップみたいなものをちょっと要素として足したくて、タキシードジャケットなんですけど、表目にサテン目を使ったこうキラキラした感じっていうよりは、6っぽさでいくと抑えめというか裏を表に使って、ディティールのこのポケットのフラップと襟裏だけにサテン地にしてキラッとさせた、これも後で着ていただきたいんですけれども、シルクを使った3メーターぐらいある長いですね。これビスチェにもなるし、頭に巻いてもいいし、リボンにしてもいいし、いろいろ使えるんですけど、こんな感じでちょっと今分かりづらいかもしれないですけど、巻けるということですね。これがあるからあれか、ストンと落ちないってことですね。そうですね。あとはスカーフみたいに巻いてもいいですし、ここにも巻けますし、なんかちょっと日常の中に取り入れるドレスアップできる要素を、しかもサテンだし、はい。あも着れます、こうも着れますけ多くないですか？そうですね。オリジナルこんな変わってるのよ。そうですね。じゃあ一瞬オリジナルだと思ってなかった。オリジナルっていうのは置きに行くもんだろうって思っただろうって。勝手に思ってますけどね。違うよね。そうですね。これも速衝パンツなんですけど、これもオリジナルで、ここからずっとこうリボンテープが続きになっていて、続いている。ここの紐からこれ全部同じ紐。ここで止まってるんで、ちょっと開けてあげる。ベルトを見せたいときはこういうことですね。はい、落とし履きもして、パンツがすごく主力なブランドなので、私たちパンツには力を入れて、はい、企画してます。はい。他にどんなパンツがあるの？このパンツはさっきのご紹介したこのジャケットの、これはさっき裏目を使って
綿素材で作ってるんですけど、これは逆にサテン目を表にしてまして、でここがポケットがボタンで止まってるんですけど、こういうふうにするとちょっと面白いシルエットに横に出る感じ。ウエストをあんまりかっちりした仕様にしないでゴム仕様にしてるっていうのも、なんかちょっと6らしい。確かこういう素材使ったらなんかこうかっちりさせたくなりますもんね。あと金ちゃんが好きなんだ6。あ、そうなんですか。好きだよね。よく来てくださってますね。金ちゃんも古着好きだから多分ハマるんだと思う。あとはエレフっていう出た、好きそうなワフォー。あとこのワンピース、ちょっとオーバータイプのキャミワンピースも、これもエレフっていうブランド。エレフです。はい。エレフ。2019年に、オランダのアムステルダムで、まだ設立されたばかりのブランドで、まだ日本であまりお取り扱いがないブランドなんですが、初めて聞きました。先ほどのエクストリームカシミヤとかも一緒に携わっていた方が、お子さんを産んで、ちょっとこう自然に優しいものだったり、できる限りサスティナブルな生産背景で洋服を作りたいっていう思いから始められたブランドで、着ると立体的な構築的なワンピース結構ガバッとしてるので、他にはないシルエットがやっぱエレフの特徴。面白くない形。これが、スーパーヤヤデザイナーさんがレバノン生まれでコートジボワール育ちの方なんですけど、西アフリカの伝統を継承している方で、これはもともとニューヨークの雑貨屋さんとのコラボレーションで作られてたものをちょっと私たちが展開したくって、リクエストして日本では6だけで展開させていただく。お花が一応入るバッグ、全部ハンドメイドでこのバスケットの網を自分たちでアトリエで作ってる。これも後でスタイリングでちょっと入ります。はい、やっていただきたいと思います。楽しみ楽しみ。ここら辺は古着？この辺もいろいろですね。これは何ですか？シモーネ・ワイルドなんですけども、タイツみたいにフィット感のあるだったりとか、色が鮮やかで、そうですね。コンシャスなシルエットが多いんですけれど、結構ピタピタした感じ。上質なベロア素材を使っていて、ちなみにこれは手です。かぶって手でこういうちょっとシアカになるものを着ていただいたり。1枚で完成しない服ですね。好きです。そういうの大好き。こっちはヴィンテージ。そう、これもさっきのエクストラオーディナリーさんから仕入れてるエルメスのリバーシブルになる裏がブラウンっていうところがまた素敵だなと。これでもウエストがすごいシェイプされていて、小柄な方じゃないと人選びます系ですね。そして秘密の部屋があるということで、吉田さん、こちらは何でしょう？何の部屋なんでしょう？こちらはもともとピザスライスのバスルームだったところをリノベーションして、エリコ部屋になってます。エリコ部屋です。エリコ部屋。ちょっとカルチャーだったりいろんなことが、ここから発信できたらいいなと思って、名古屋のマニラブックスさんに、ご協力いただきまして、カフェロイヤルブックスっていうジンを扱うお店のポップアップさせていただいてます。イギリスの北西海岸の方で家族経営されている出版社なんですけれども、ジンを通してアートと触れてほしいっていう思いがあって、イギリスの大衆文化とかフォーカスしたドキュメンタリー写真をメインに扱ってる、結構イギリスの昔の写真が多くて、そうなんです。これずっと見てるからな私。そしてこっちは今ソニックユースのものを私がもともと好きだっていうところもあるんですけれども、4つのアートを展開させていただいてます。はい。これでもよく見ますよね。そうですね。いろんなところで展開されてるんですけど、6ではちょっとこのアートを大きくしたりですとか、あと色がこのウォッシングマシンはオリジナルがブルーなんですけど、ちょっとグリーンにしたりとか、6らしいアレンジを加えて、展開しています。ソニックユース好きは、明智君ちょっとこれ食いつき良かったでしょ。そうですね。XL までやるし、そうメンズの方にもメンズもいけます。じゃあレースお疲れ様。お疲れ様でした。どうでした？6の印象？新しいお店。面白かった。やっぱり服好きな人と古着好きな人が作ってる店だなって気がすごいする。ありがとうございます。クロートがうなる店だなって感じ。あとオリジナルがひねりしかないのもすごく好きです。嬉しい。なんか置きに行かないオリジナル。
私的にはセアナのコートにちょっとキュンだった。綺麗でしたね。綺麗だった、あれは綺麗だった。後半はですね、6だけに6つのスタイリング提案してもらいます。はい、楽しみですね。楽しみですね。はい、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。